こんにちは、レコです。今回の動画は、100均やロルバーンなど、市販のアイテムを使った M5 システム手帳のリフィル自作術です。8月に入っていろんなメーカーさんが来年の手帳に関する情報を発表されているので、手帳会議をしている方も多くいらっしゃると思います。そこで、M5 システム手帳を来年使う手帳として検討している方に向けて、自作リフィルのアイディアをご紹介します。というのも M5 システム手帳って市販のリフィルの選択肢が他のサイズに比べてすごく少ないんですよね。それを理由に M5 を使うのを避けてしまう人も結構いるんじゃないかなと思います。でも実は M5 リフィルってシステム手帳の中で一番自作しやすいサイズなんです。というのも M5 って A7 サイズとこの高さが同じ 105mm なんですよね。なので身近にあるアイテムを少しカスタマイズするだけで M5 リフィルとして活用することができます。今回はロルバンや100均アイテムまで3つの具体例を紹介していくので M5 システム手帳が気になっている方はぜひ参考にしてみてください。それでは本編スタートです。まず最初に M5 リフィルがなぜシステム手帳の中で一番自作リフィルを作りやすいのかっていうところをちょっとご紹介しようかなと思います。なので具体例を見たいよっていう方は概要欄の方にタイムスタンプを作ってあるのでそこからこのパートは飛ばしてみてください。で、冒頭でもお話ししたんですけど M5 リフィルは高さが A7 サイズと同じっていうことなんですけどこれが A7 サイズの MD ノートです。実際に比べてみた方がわかりやすいと思うんですけど、こんな感じで高さが 105mm でぴったり一致するんですね。なので、この横幅をちょっとカットすればすぐ M5 リフィルとして使えるようになります。A7 サイズっていうのは A 版と呼ばれている一般規格でいろんなメーカーの商品に使われているサイズになっています。A 版はA0 から A8 まであって数字が大きいほどサイズが小さくなるという風になっています。で、一番皆さんよく目にしたことあると思うのが A4 サイズだと思うんですけどこの大きさが A4 サイズです。A4 サイズを半分にすると A5 サイズ。A5 サイズを半分にすると A6 サイズ。A6 サイズを半分にすると A7 サイズになるという風な仕組みになっています。一般販売されている用紙はだいたい A4 サイズなことが多いので8分割すればこの A7 サイズが作れます。ミニ6サイズとかあとバイブルサイズは一般規格の用紙と高さと幅がぴったり合うものがないんですよね。ちょっと手間が M5 に比べると多くかかるっていうのがあります。なので、M5 リフィルはその市販のメーカーさんが販売されているものはミニ6とかバイブルサイズに比べると種類が少ないんですが、でも逆に自分でオリジナルとか、ちょっと市販品をカスタマイズしてリフィルを作ろうって思った時は他のサイズよりもすごくハードルが低くておすすめです。っていうのを私は M5 大好き人間なのですごく手帳好きの方とかそのシステム手帳を使ってみたいなって悩んでる方にはぜひ知ってほしいんですよね。なんか自作リフィル作るのってちょっと手間だなとか思ってなかなか手を出さない方たくさんいらっしゃると思うんですけどA7 サイズと高さが同じだから実は市販品をちょっとだけカスタマイズすれば簡単に M5 リフィルになるよっていうのを知っておいていただくだけですごく M5 システム手帳が使いやすくなると思うので今日ご紹介する具体例っていうのを見て試してほしいなと思います。ということで、前置きが長くなってしまったんですけど、ここからは実際に市販品でこういうアイテムを使うと M5 リフィル化できるよっていう具体例をご紹介しようと思います。で、今回は3つ主にご紹介するんですけど、まず1つ目が横型ロルバーンの M サイズのアイテムを M5 リフィル化するというアイディアをご紹介させていただきます。M5 ユーザーさんの中にはロルバーン使ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど M5 システム手帳と合わせて使うロルバーンというとロルバーンミニが
定番だと思うんですけど、そのロルバーンミニもさっきご紹介したこの A7 サイズの MD ノートと同じ大きさなんですよね。なので、そのまま中身がリフィルとして使えるんですけど、今回はロルバーンミニではなく、この横型ロルバーン M をご紹介します。で、実は横型のロルバーンの M サイズって、これがなんと M5 リフィルと実はぴったり同じサイズって皆さんご存知でしたか？私もこれ最近知ってめちゃめちゃ興奮したんですけど、横型のロル M も高さが105ミリなので、インデックスを M5 リフィルのこの幅に合わせて自分でカットして、穴を開けたら、これが M5 用のインデックスとして使えちゃうんですよね。でしかもこれ横幅結構余るので、多分M5 リフィル2枚分あるので、そこ使って下敷きにしたりとか、例えば付箋置き場にしたりとかみたいなこともできると思います。実際に作るとこをお見せした方がいいかなと思って、ちょっとこの新品をまだ開けずに取っておきました。ということで、今からちょっと実際にカットして M5 リフィル化してみたいと思います。開けるとこんな感じで3枚入ってますね。ロルバーンのアイテム、素材がしっかりしてるので、でもそんなに分厚すぎないっていうので、本当にインデックスとしてちょうどいいかなと思います。私はサイズを測るのが面倒なので、もう直接この M5 リフィルをインデックスに当てて固定してそのままカットしちゃおうかなと思います。こんな感じで3枚カットできたので、あとはこれに穴を開けていきます。はい、こんな感じで開け終わりました。インデックス挟んでみました。こんな感じです。どうでしょうか？本当にぴったりサイズで、タブの飛び出す幅も結構いい感じじゃないですかね。M5 ロロマに私は 13mm のリングをカスタムしてつけているんですけど、閉じてもこのカバーからインデックスがはみ出すこともなく、ちょうどカバーの中に収まってくれるぐらいの感じで出てるので、すごい良くないですか？で、見た目もね、クリア素材のシンプルなものなので、どんなデザインのリフィルとも合わせやすいかなと思います。これ私ずっと思ってたんですけど、その市販の手帳メーカーさんが出してるこのインデックスって、こういうシンプルなものがないんですよね。タブが2枚3枚とかあるんですけど、それぞれで違う色になってて、使うと妙にカラフルになっちゃったりとかして、ちょっと違うんだよなーって個人的に思ってしまって、なのでずっとこのシンプルな全部の同じ色で、かつこの紙じゃなくてこの破れないしっかりめの素材のインデックスがずっと欲しいと思ってたので、横型ロルバーン M サイズのインデックスが M5 で使えるっていうのはかなりの革命というか発見だなと思いました。ロルバーンミニにはこのインデックスっていうのが売られてないんですよね。もうメーカーさんの方で公式で作ってるものがないので、皆さん100均のこういうインデックスをカスタムしてロルミニのインデックスにしてる方すごくたくさんいらっしゃると思うんですけど、この横型ロルバーン M サイズ、ロルミニのインデックスにも使えます。M5 ユーザーさんはもちろん、ロルミニユーザーさんもぜひこのインデックス使ってください。100均のね、インデックス使った方が安くはあるんですけど、でも3色ぐらいになっちゃってるんですよね。確かインデックスのこのタブの位置によって色が変わっちゃってるので、私はそれがすごく嫌だったんですよ。もう全部のインデックスの色を統一したかったので、100均のアイテムもってなってて、ずっと探してたのでちょうどいい理想のインデックスを。なので本当に横型ロルバーン M のインデックスおすすめです。もし私と同じように考えてる方がいらっしゃったらぜひぜひおすすめなので買ってください。ということで一つ目が横型ロルバーン M のインデックスをカスタムするというアイディアでした。二つ目のアイディアが市販のメモ帳や用紙を M5 リフィル化するという方法です。冒頭の方でもご紹介した通り、M5 リフィルは A7 サイズと高さが一緒なので、こういうね、市販の A4 サイズの紙を8分割するだけで、ほぼほぼ M5 リフィルと同じサイズになるので、お好きな紙をカットして、ぜひ M5 リフィルとして使いましょうっていうことですね。
で、私はMD プロダクトの公式オンラインショップ限定販売されてる黄みがかった一般的な MD 用紙と、あとはコットンっていう白色のやつと2種類買って、もうこれを自分でカットして M5 リフィルにして使っています。こんな感じですね。市販の紙でおすすめなのだと、一番はこの MD 用紙なんですけど、あとは Amazon とかでも買えるトモエリバもおすすめです。実はペラペラの一枚紙で市販されているので、これをカットして M5 リフィルとして使うっていうのもおすすめです。で、あとは身近なところだと、これはダイソーで買ったクラフト紙なんですけど、100円ショップでもこういう A4 のいろんな用紙が販売されているので、そんなに紙質にこだわりないよっていう方は、100円ショップで A4 サイズの紙を買ってきて、で、自分でカットして使っていただくのがいいかなと思います。A4 サイズとかの紙を M5 サイズにカットするのに、それ自体がちょっと手間だなって思う方いらっしゃると思うんです。私も結構そうでした。いちいち定規でサイズを測って、下にカッターマット引いて切っていくのちょっと手間だなって思う方にめちゃくちゃおすすめなアイテムがあって、ちょっと大きすぎて画角に入ってないんですけど、プラスから出てる半分個っていうペーパーカッターがあるんですけど、これがめちゃめちゃおすすめです。半分個がどういうアイテムなのかというと、これは今英語サイズの紙なんですけど、こういう用紙をですね、これセットして、このレバーを紙の両端に当たるようにこうすると、カッターをスッとやると紙がちょうど半分にカットできるっていうペーパーカッターになっています。なのでこの半分個を使うと、例えば A4 サイズだったら1回、2回、3回かな、もうこれで A7 サイズになっちゃうんですよ。半分個使うと M5 サイズのリフィルがめちゃめちゃ簡単に作れます。もう本当に一瞬と言っても過言ではないぐらい。で、しかも紙が一応メーカーさんの記載だと、だいたいコピー用紙で20枚まで一度に切れるっていう風になってるので、市販の紙を買ってきて M5 リフィル作るときに半分個おすすめです。紙の自作リフィルに関しては、私はイラストレーターっていうデザインソフトがもともと使える人間なので、こうやって自分でパソコンでフォーマットを作って印刷したものを使ってるんですけど、そういうデザインソフトとか使えないよっていう方も、お好きな紙をカットして作っていただいたこういう無地のね、リフィルにバレットジャーナルみたいな感じで手書きで自分でフォーマット書いて、ウィークリーとかマンスリーとかのリフィルにするのも可愛くていいかなと思います。こんな感じでね、手書きでフォーマット作って使うのもありかなと思います。これ日本だとあんまり見ないんですけど、私すごい韓国の好きな手帳ユーザーの方がいて、その方がまさにこういう手書きでシステム手帳をバレットジャーナルみたいにして使ってらっしゃるんですけど、めちゃめちゃ可愛いので、デザインソフトとかね、パソコン使ってフォーマット作るの難しいよっていう方はぜひぜひ手書きでね、こうやってちょっとアレンジして使ってみてください。で、最後3つ目のアイディアのご紹介がこちらですね。前回の動画でご紹介した M5 リフィルを保管するバインダーなんですけど、このバインダー作るときに使った表紙の軟質カードケース。これも A7 サイズがあるので M5 システム手帳のリフィルとして使えます。M5 サイズと比べると幅がちょっと広いんですけど、M5 に合わせてここをカットしてもらって、で、穴を開けたらカードケースとか、あとはインデックスディバイダーとしても使えると思うので、おすすめです。柔らかいけど、でもビニールなので、紙と違って破れたりしないので、好きなデザインペーパー挟んだりとか、あと写真とかトレカとか入れてシステム手帳の表紙にしたりとかっていうのも可愛いんじゃないかなと思います。2枚入りで110円なので安くて手に入りやすいので、ぜひぜひ使ってみてください。ということで以上が100均やロルバーンなど市販のアイテムを使った M5 システム手帳のリフィル自作術でした。市販のリフィルが少なくても A1 規格のものを少しカスタマイズすれば M5 リフィルとして使えるということを知っておくだけで M5 システム手帳の世界がぐっと広がると思います。手帳シーズン入ってきたということで、来年どの手帳を使おうかなとか悩んでる方はぜひぜひ参考にしてみてください。
今回ご紹介したアイテムも概要欄に詳細をまとめているので、もし気になるものがあった方はぜひチェックしてみてください。このチャンネルでは今後も M5 システム手帳を中心に記録に関する動画を投稿していく予定なので、ご興味がある方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でバイバーイ。